はい、皆さんこんにちは。ガジェログです。今日は合理的シンプル290というプランをご紹介いたします。日本通信の SIM ということなんですけども、今回ですね、シンプル290、290円プランが出てきましたので、このプランを解説してみたいと思います。かなり安いっていうのがまず第一印象なんですよ。ただ、その内容がどうかっていうことが一番大事になってきますので、ただ安いだけではないっていうことを確認してみたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。月額の基本料金が1ギガがついて290円というかなりの安さになっています。他の格安 SIM の MVNO とかになりますと、これはあったとしてもデータ通信のみということが多いですね。こちらに関しては音声通話込みで290円で、なおかつデータ通信は1ギガついています。さらにですね、SMS も当然音声が使える場合はついていますので問題ないということになります。そして通話をした場合ですね、30秒あたり11円という大手キャリアの半額というふうになっています。でしかもプレフィックスではありませんので、電話番号の頭に何か00いくつとかそういうものをつけるものではない、相手先の電話番号のみで通話した場合でもこの半額ということになります。さらに通話に関しましては国内通話定額というものが2つありまして、電話をよくかける方はこの70分無料もしくはかけ放題で1600円といったものがあります。70分無料あれば相当の方がこれいけるんじゃないかなという気はしますね。オプションでよく MVNO でありがちなのが5分間何回でも無料っていうものがあって、それの料金がだいたいこれぐらいだったりもしますので、結構こっちの方が使い勝手いいのかなという気がします。1回あたり5分以内だなと思いつつも、やっぱりちょっとお待ちくださいなんて言われてね、待ってたりすると焦ったりしますんで、そういう意味では70分トータルで1月あたり使えるっていうのはこっちの方が安心なのかなというふうには個人的には思います。そしてかけ放題1600円もこれも結構安いなと思いますね。先日テレビで見ていたんですが、保健所の方がですね、感染者の方に電話をかけるときにスマホからかけてるシーンがあったんですよね。結構昔はね、固定電話からその相手先に電話かけてるシーンっていうのは公共機関のね方でしたらそういったものが多いと思うんですけども、スマホを使って相手先にかけていたのシーンがあったので、こういったプランもやっぱりもう現代は使ってるのかなという気はします。その方が圧倒的に安くなると思いますよね。そしてデータの追加料金なんですけども、1ギガあたり220円追加することによって、もし2ギガ使った場合ですね、510円ということになります。それでもまあ安いなという気はしますね。こちらの一覧表が結構分かりやすいと思いますね。1ギガまで290円、そして2ギガは510円、3ギガ730円、4ギガ950円、5ギガ1170円となっています。楽天モバイルは1ギガまでは無料になってますよね。で1ギガ超えてから3ギガ以内であれば約1000円になっていますので、それをもってするとこちらのプランは3ギガまで使っても730円になります。ただし楽天に関しては3ギガ超えて次の20ギガぐらいまでですね超えてしまうと一気にね2000円ぐらいになってしまうことを考えると、使い方によってはこちらの方が十分安いとは思います。でまた使った分だけ請求されるっていうことにちょっと考えがちなんですけども、上限設定というのができるようになっていますので、後ほどご説明したいと思います。そして大事なポイントですけども、いざという時にテザリングも可能になっています。これもあるといいですよね。そして利用可能エリアですけども、ドコモの回線を使っているので日本全国で利用することができます。ちなみにですね、ネットワークに関しては LTE、4G ですね、そして LTE、LTE800MHz、そして4、3G エリアに対応ということで、ないのは 5G になりますので、そこは承知しておく必要があります。とにかくこの 800MHz 帯対応していますので、家の中の奥の部分まで電波が入りやすい周波数帯になりますし、そして 4G この辺ですね、多分 1.7GHz 帯もしくはここだと 2.1GHz 帯で、ほとんどの LTE で使われている電波に関しては対応していますので、電波の受信感度というのはかなりいいのかなと思います。ドコモ回線ですので本当全国津々浦々使用することができます。そして SIM に関してはですね、物理 SIM のみということになりますね。eSIM には対応してませんので、ナノ SIM を使ってお持ちのスマホに差し込んで使うということになります。
では詳細について見ていきたいと思います。初期手数料が3300円かかりますね。これはデメリットの一つかなという気はします。そして1ギガを超えるデータ量に関してですけども、データ量の上限変更はいつでも行えるということです。そして変更は即時反映されるということですね。ですので月の途中でいつでもできるということですので、もし1ギガで足りなくなってしまった場合、オーバーして通信止まってしまった場合、2ギガっていうふうに変更すればもう1ギガ使うことができるわけですね。そしてデータ量の上限ですね。そのマイページから1ギガから100ギガまでの間の1ギガ単位で設定が可能になっています。そしてデフォルト申し込み時の設定としては10ギガになっていますね。ここ注意ですね。設定を後ほど加入した後に変えないと上限が10ギガになっているので10ギガまで上がってしまいますね。なんか1ギガで入ったつもりなのに結構使えるなっていう感覚ですよね、こうなると。でも実は10ギガまでが天井になっていたので、蓋を開けてみて気づいてみたら2270円だったってことになってしまいがちですね。なのでここは気をつけておきたいと思いますね。申し込みをして SIM カードを届いてマイページから変更するっていうのが必要になってきます。自分でこの10ギガでいいっていう方はそのままでいいんですけども、もしこれじゃ多すぎるってことであればマイページから1ギガに変更することが必要になってきます。そして上限に達した場合ですね、アクセス制限がかかり当社ウェブサイト及びマイページ以外のインターネットアクセスができなくなりますとありますね。つまり他のインターネット関連一切できなくなります。ただしここ大事ですね。当社ウェブサイト及びマイページ以外のって書いてありますので、設定を変更するためにインターネットがどうしても必要になりますので、ここはつながる仕組みになってるんですね。これはありがたいというか、当然こうしないといけないとは思いますけども、これはありがたい設定になっていますね。そして、先ほどもお伝えしましたが、アクセス制限、この止められてしまった状態はマイページで上限値を上げていただくと解除となり、すぐにご利用可能になりますので、やっぱりまずは無難に1ギガに設定しておいて、止まってしまった場合は上限値を上げる、そして解除して利用可能っていうふうにした方がいいのかなって気がしますね。そして SIM カード、これはドコモの SIM のみになります。そして使えるスマホに関してはドコモで購入したスマホや iPhone は SIM ロック解除せずに利用できますと。そして SIM フリーであれば使うこともできます。 SIM カードに関してはナノタイプ、そしてマイクロタイプ、標準サイズ、一体型のマルチカット SIM になります。そして大事な点がもう一つありました。最低利用期間と解約金はございませんということですね。そして MNP の転出手数料はありませんとありますので、こちらに加入してから他社へ MNP する場合ですね、番号を持っていく持ち運び制度ですけども、日本通信としては取りませんよっていうことを言っています。はい、ということで合理的シンプル290プランですね、リーズナブルプランということで解説しました。このプランですね、個人的には結構いいなと思いました。初期費用は致し方ないとしても月々1ギガ使えて音声通信も可能で SMS も可能で290円で持てるっていうのは本当に今この世の中インフレ傾向の中にあって通信に関してはすごい安くなっていますね。ディスカウント価格になっています。そしてあとドコモのエリアが使えるっていうのもすごくいいと思いますね。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。